今日は脱獄する日なのに、なんだろう、胸がざわめいてる。エマさん、大変です。何かあったの？とにかく来てちょうだい。そんな。私たちが頑張って作ったものが、こんなのってないですわ。一体誰がこんなことを。おいおっさん、隠し場所はおっさんしか知らなかったはずだ。おっさんがやったのかよ。ミリアさん、何か言ってください。そうしないとみんなが。おっさん、マジなの？そんな大それたことやるキャラじゃないじゃん。やっぱティシラのこと騙してたわけ？残念だわ。そんな、ミリアちゃんがそんなことするなんて、そんなわけ。なるほど。深夜に抜け出して、ここに来て気球を破壊したんですね。ひどいですわ。一体どうしてそんなことを。なの当然じゃん。おっさんが黒幕なんでしょ。アティシラに逃げられると困るからやった。そうなんだろ。ねえ。違う。みんなごめん。エマちゃんごめん。おじさんのこと信頼してくれたのに本当にごめんなさい。やっぱりミリアちゃんが気球をめちゃくちゃにしたんだ。やめて。懲罰も息なんて嫌だ。誰か助けて。こんなことで諦めない。みんな、今回はダメだったけど、気球をまた作ろう。気球じゃなくて、他の方法を模索するのでもいい。僕は諦めないよ。みんなと一緒に脱獄してみせる。そうですよね。よく考えたら、アリサさんがいるわけですし、気球をまた作ればいいってだけの話です。簡単に言わないでちょうだい。私がどれだけ苦労したか。でも、エマさんの言う通りね。私だって諦めたくない。壊されたなら、作り直せばいい。何度だって付き合ってやりますわよ。ハンナちゃん、シェリーちゃんも、ありがとう。がっくりはしてしまったけれど、作戦を練り直しましょう。そうだね。みんな一度ラウンジに戻ろう。さん、どうしました？また具合が悪く。切り替えるのは大変よね。私も悔しくてたまらないもの。アンアンちゃん。アンアンさん、戻りましょう。怪我しちゃいます。戻りましょう。
ミリアちゃん、なんであんなことをしたの？気球は希望だったのに。アリサちゃんだって協力してくれて、今度こそ外に出られるはずだったのに。拷問器具がたくさん置かれてたよね。ひどい目に遭わされていないといいけど。様子を見に行こうかな。でも、ミリアちゃんになんて声をかければいいのかわかんないよ。何も考えたくない。全部忘れてしまいたい。明日から頑張ればいい。みんながいれば大丈夫だから。今はゆっくり休もう。やっぱりミリアちゃんの様子を見に行った方がいいのかな？それとも明日出てきてから話を聞いた方がいいのかな？どうしてあんなことしたのって。ミリアちゃん？ああ、桜庭エマさんですか。獄長？なんでって。いえね、ちょうど懲罰房の囚人の様子を見に来まして。そしたらスマホの着信があったので、代わりに取ったまでですよ。ミリアちゃんは無事なの？元気ですよ。やれやれ。何度も問題を起こされると、私の仕事が増えるので勘弁してほしいです。いずれ見せしめも必要かもしれませんね。それでは。ミリアちゃんの存在はやっぱり大きかったんだ。あの時は強がったけど、また一致団結して脱獄を目指すことなんてできるのかな？ミリアちゃん、何か理由があったと思うんだ。気球を破壊した理由ですか？黒幕とかじゃなくて、何か気球を破壊しなきゃいけない事情があったんじゃないかって。何なんでしょうね。夜に徘徊してまでみんなの計画を台無しにする理由。牢屋敷側の人間じゃないとそんなことしないと思いますけど。ミリアさんはそもそも私たちを騙していたわけですし、やっぱり黒幕なんじゃないですかね。脅迫されてやったっていうパターンも考えられますけど。僕が望みすぎてるのかな？ミリアちゃんはやっぱり黒幕なのかな？ハンナちゃん、ノアちゃんを見つけた時と同じ。すぐに来てくださいまし。エマさん。ベルルちゃん、一体何が？おっさんが刺されてる。でも扉が開かなくて、まだ生きてるかもしんないんだよ。その部屋開けてよねえ。ミリアちゃんが刺されてる。なんで？エマさん、
少し下がっていてください、エマさん。ミリアちゃん、ミリアちゃん、ミリアちゃん、ミリアちゃん。ノアさんの魔法、まだ残っているんですね。ミリアは本当に刺されているのか。あいつは映画が好きだった。特殊メイクではないのか、確認した方がいい。そうだよ、まだ生きてるのかもしれない。メルルさん、ダメです。もう亡くなっています。ミリアちゃん、なんで。ミリアのスマホが落ちていた。ミリアちゃんが殺されたなんて、それは本当なの？本当ですわ。私たちは見てきましたの。明らかに殺されていたの？それはそうかもしれません。拘束されていましたし、誰かに刺されなければあんな風には。そう。ということは、魔女裁判をやるということよね。裁判とかマジだるいんだけど。別にさ、あのおっさんが殺されたってどうでもよくね。だってあいつ裏切り者じゃんよ。黙れよ、クソ女。んなこと言ってさ、ヤンキーがやったんじゃないの？気球壊されてめっちゃキレてたよね。マジで燃やすぞ。気球を壊された恨みはみんな持っていそうよね。あら、ミリアちゃんを殺した動機ってみんなが持っているということかしら。私はそんなことで人殺しなんてしませんわ。魔女になりかけてる子は殺意にとらわれるんですもの。わからないわ。みんなの雰囲気が険悪になってる。当然だ、誰かがミリアちゃんを殺した。その犯人を探さないと僕らも処刑されてしまう。みんな疑い合ってるんだ。誰が殺したんだって。はあ、殺人事件起きちゃいましたね。しかも夜に。捜査は迅速にした方がいいでしょうし、特例措置となりますが、今夜の0時に魔女裁判を開廷します。はあ？あと1時間半しかないじゃん。バカなの？そう言われましても、私も時間外労働ですから。これが待てる限界ですよ。今いる囚人の中から必ず殺人犯を特定してください。その者は魔女として処刑。特定できなかったら全員処刑も変わりませんので、外出禁止時間ですが、捜査の間は出入り自由とします。では、頑張って犯人を特定してくださいね。
1時間でミリアちゃんを殺した犯人を特定？そんなの無理だよ。1個判明したことは、ミリアさんは黒幕じゃなかったんですね。脱獄の邪魔したから、やっぱり黒幕だったのかなとも思ったんですが。そうなると、ますますミリアちゃんの行動理由はわからないけど。とにかく急ごう。捜査して、ミリアちゃんを殺した犯人を見つけなきゃ。マーゴちゃん、一体どう？提案があるのだけれど、いいかしら。エマちゃんはジェリーちゃんたちと一緒に捜査をするつもりよね。そのつもりだったけど。それはやめにしない？それってどういう？あなたたちに結託されてしまうと、あなたたちのグループ以外の人にとってとても不利なのよ。なるほど、表操作。私たちがあらかじめ決めておいたら、誰かを犯人にできちゃいますね。シェリーちゃん、理解が早くて助かるわ。私たちがそんな卑怯なことをするとでも？しないとは思いたいけれど、でもあなたたち以外のグループにとってはやっぱり怖いでしょ。だから一緒に捜査はしないで単独で捜査するルールにしたいの。公平にするために。これ以上協力なんてしないでほしいのよ。ね、エマちゃん、わかるでしょ？間違ったことは言ってないけど、マーゴちゃん、やっぱり誰のことも信じてなかったんだ。わかった。みんな単独で捜査しよう。ただ、得た情報の共有はしていってもいいでしょ？それはもちろん。犯人を特定するのが一番ですもの。頑張りましょうね、エマちゃん。やっぱりここを調べに来ますよね。捜査の基本ですしね。さっきはパニックを起こしてたし、ちゃんと調べた方がいいと思って。でも、あれをまた見るのは正直きつい。シェリーちゃん、メルルちゃんは何か見つけられた？いえ、まだ特には。懲罰房の通路は暗いことくらいしか。あとは強いて言えばこれくらいでしょうか。壊しちゃったんですが、後で怒られたりしませんよね。多分。懲罰房のドアは錠前がかかっていて閉じられている。僕らが駆けつけた時には鍵がかかっていて、扉は開けられなかった。それなら、誰がどうやってミリアちゃんを刺したんだろう。これってあれですよね。定番のあれ。密室殺人？です。シェリーちゃんはテンション上がると思った。念のため他の懲罰房の扉も開かないか調べてみましたけれど、ダメでした。すべて鍵がかかっていて、入れるのはミリアさんのいる懲罰房だけです。あまり気乗りはしませんが、ミリアさんの死体を調べるしかないですよね。今回獄長さんに中に入っちゃダメって言われてませんし、時間もありません。行きましょう。中にさえ入れたら殺人自体は簡単にできちゃうのかも。でもだからって拘束されているミリアちゃんを刺すなんて。どうやら腹部を何度も刺されてますね。
改めて見ると本当にひどい。なんでこんなに何度も刺す必要があったの？ミリアちゃんが一体何をしたっていうの？それともこれが魔女の殺意なの？泣いてる場合じゃない。時間がないんだ。犯人の手がかりを見つけないと。ミリアさんを降ろしてあげられないでしょうか。かわいそうですけど、でも捜査中はこのままにしておいた方が良さそうです。凶器は明らかにこれですよね。懲罰棒の中には凶器になりそうな刃物がたくさん転がってる。犯人はその場で適当な刃物を拾ってミリアちゃんを刺したんだろうね。衝動的な殺人だったのですかね。私、ミリアさんの死体を調べてみます。そんな、メルルちゃん無理しないで。大丈夫です。死体を調べてみたら何かわかるかもしれませんから。メルルちゃん。傷を塞いであげたいんです。それなのに私の魔法役立たずですね。これを何か見つけたのでしょうか？はい、ミリアさんの口の中に鍵が入っていました。鍵がなんで口の中に？わかりません。調べてみたところ、腹部をめった刺しにされた後、心臓を一突きされていました。出血多量で亡くなったのだと思います。ありがとうメルルちゃん。僕は他のところを調べてくるね。あら、エマちゃん奇遇ね。ここで一体何を？ただの捜査よ。そんなに警戒しないで。今はまだ敵じゃないわ。裁判が始まったら容赦はしないけれどね。笑い事じゃないのに。ねえ、エマちゃんはミリアちゃんが入れ替わった理由って考えたことある？僕も気になって本人に聞いてみたんだ。でもはぐらかされちゃって。私ね、もしかして入れ替わりの魔法が嘘なんじゃないかと思って一度ミリアちゃんに迫ってみたのよ。絶対すぐに戻るという約束でミリアちゃんの魔法を使ってもらったの。いつの間に？すごく渋られたけど、でも魔法は真実だった。ほんのひとときだけど私ミリアちゃんになったの。それで早速ミリアちゃんの体にいたずらしようとしたらすぐに元に戻されちゃったんだけどね。ミリアちゃんの入れ替わりの魔法は本当だったんだ。そうやって体を入れ替えてきたのだとしたら本当のミリアちゃんはどこにいるんでしょうね。本当のミリアちゃん。ちなみにここでは何も見つからなかったわ。ミリアちゃんは随分秘密主義のようね。何も自分にまつわる痕跡を残していないの。私のことが信じられないならエマちゃんの方でも捜索していいけれど。マーゴちゃんを信じるよ。教えてくれてありがとう、マーゴちゃん。
もうその光景は二度と見られないんだ。あんあんちゃん、何か手がかり見つけた？僕も少し探してみる。ミリアちゃんは自由時間の多くをこの娯楽室で過ごしていた。何か手がかりになるものが残っているかもしれない。あれ？ここ開かないな。ここには何もなさそうだね。僕は他の場所へ。あんあんちゃん、どうしたの？犯人見つけようね。必ず。ハンナちゃん、ここで何を？ああ、エマさん。外に出られないかどうか確かめていたんですの。外に？もしかして外から殺人犯が侵入したかもしれないと思って。ナノカちゃんが外から侵入してミリアちゃんを。そもそも僕らはナノカちゃんがどこに隠れているかも知らない。ずっと牢屋敷の中にいたのかもしれない。それで木を見て。決めつけるのは良くない。正面玄関は鍵がかかってましたわ。そうそう、あとはこれを見つけましたの。スコップ？掃除ロッカーに入っていましたの。定期的に入れ替えられるみたいですわね。犯人はこれで穴を掘ってミリアさんの懲罰房に侵入したのかもしれませんわ。懲罰房に穴みたいなものはなかったかな。そうでしたわね。とりあえず他にも何かないか探してみるね。ありがとう、ハンナちゃん。ココちゃん、相当ショックだったんだ。少し調べて、さっさとここを出よう。ああ、なんだエマッチか。操作してんの？そんなんやって意味ある？意味って、だって調べなきゃミリアちゃんを殺した犯人なんてわかんないよ。そんなん誰でもいいじゃん。あいつは殺されて当然だったんだよ。そんな言い方。だって裏切り者じゃん。殺されてざまあみろって感じ。ココちゃん、無理してる。そうだ、これあげる。なんだろう。これ？今日の夜ここの壁に貼ってあったのを剥がした。運営が書いたんじゃねえの？趣味悪。そういえば、獄長が見せしめがどうとか言ってた。もしかしてミリアちゃんの殺害は予告されていたってこと？ねえ、ココちゃん、これを見つけた時の状況って。今は無理。悪いけど誰とも話したくない。裁判はちゃんとやるって。そん時にはもうちょっと、なんていうか、いつもの私に戻ってるから。
ごめんね。今はそっとしておいてあげよう。犯人はミリアちゃんを刺して返り血を浴びたはず。もしそこまで汚れなくて済んでも絶対に手には付着する。血を洗わなきゃいけないだろうし、そうなるとシャワールームを使用したんじゃ。ああ、桜庭。ちょうどよかった。囚人のロッカーを一通り見たんだ。そしたらほら、これ。あれ、僕のスマホ？おめえさ、シャワー浴びた時に忘れてったろ。桜庭のロッカーに入ってた。そうかも。気をつけろよ。着てる服に入れたままにしたらなくしちまうとこだった。危なかった。服は燃やされちゃうんだっけ？ちなみに囚人のロッカーは全部見たけど、今日は全員入ったんだろうな。佐伯のロッカー以外はみんな空っぽだった。そっか。それ以外に特に何も見つからなかった？なんもねえよ、クソ。うちはバカだから犯人なんてわかんねえよ。なんでうちたちが探さなきゃいけねえんだよ。こんなのいがみ合うだけじゃねえか。アリサちゃんの言う通りだ。なんで誰かを疑わなくちゃいけないの？そんなの間違ってるよ。